どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日はですね、ついに来ましたね。松下幸之助ですよ。パナソニックの皆さん見てますか？ものすごくですね、力を使ってこのプレゼンを完成させました。非常に内容としても面白いと思っておりますし、パナソニックに松下幸之助ありですね、経営の神様と呼ばれる男、呼ばれたじゃなくて、今なおですね、幸之助というものは経営の神様の松下幸之助って言われるわけですから、その真髄に迫っていきたいと思いますし、そういった神回ですね、もうこれ神回確定してるんですけども、スポンサードいただいているのが、クラウドのことならサテライトオフィスですね。篠崎愛ちゃんがイメージキャラクター集めてますよね。僕とは対極にあると思いますが、松下幸之助、いろんな名言残しているんですが、僕がね、一番好きな名言がございますと。松下幸之助このようなことを言ってます。午前先方へ商品を持っていくと。そこでいろいろな感想をもらうわけですね。で、その感想をもとに夕方商品をアレンジして、また午前中に持っていくと。また午前中に持っていくわけですから、またそこでですね、代理店さんですとかお客様からですね、感想をもらい改善をすると。このサイクルを早回しすれば、どんな事業も負けないと。どんな経営もこれで成り立つということで、商売の基本サイクルを説いたわけです。ここをやれば絶対勝てるからっていうことは、当時僕の中では衝撃でしたし、商売とはそういうものだろうということをですね、僕も授業持ってますが、そのように思いますと。そしてもう一つありますね。松下幸之助こんなことも言ってると。運は強くできると。何言っとんのやと。経営の神様とも呼ばれる男がですね、こんなことを言っていいんかいと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これはですね、いつ言ったかというと、松下成蹊塾ですね。これを立ち上げました。で、いろんな生徒の応募をするわけでございますね。で、その中で入学試験がございましてですね、当時最近亡くなられてしまいましたが、牛尾電機の創設者の牛尾会長でございますが、牛尾会長が面接官におりましてですね、いろんなですね、有能な方が来ると。MBA 取ってるし、どこかの会社の部長をやってるし、みたいなね。東京大学出てるし、総合商社に勤めてるとか。本当に、どこで差をつけたらいいか分からんと。この牛尾会長が、当時もう一人面接官がおりまして、おい、聞いてこいというふうに言った時ですね、松下幸之助、運を強いやつ取れということを言うわけでございます。そして、愛嬌のある人、これをですね、採用基準にしたわけですね。運を本当に強くできるのかっていうことでございますが、実は運というものはですね、非常に強くできると、僕もですね、この授業を持つ上で非常に感じておりますと。製造業をですね、盛り上げていきたいと、応援したいという気持ちで発信をしているとですね、いろんなそういった製造業愛を持った人からですね、応援のコメントをいただきますし、ご飯にも誘われますし、紹介もいただけると。今ですね、繋がれない人はなかなかいないということで、ラビタスの社長の小池さんとも面談させていただきましたし、他の大手の社長ですね、とも関係を持たさせていただいております。普通の人では考えられないようなですね、ありがたい機会を頂戴していると。本質をついたことを彼は言われていると。松下幸之助といえばですね、今のパナソニックを作った方でございますから、パナソニックのですね、8代目社長の津賀社長もですね、松下幸之助はこう言ってるですとか、今のですね、9代目社長の久住社長もですね、松下幸之助の思いを今一度みたいな感じで言われるわけですね。なかなか当時の、社長のことをですね、話す会社ってパナソニック以外だとそんなないと思うんですよね。今なお経営者に色濃く現れる影響力。結構50代、60代の社長はこういうことね、松下幸之助めっちゃいいでっていうことを言うわけですけど、今のパナソニックに勤めてる方ですね、若い方々が入ってくるわけですけど、松下幸之助何がええねんと。今回はですね、そういった現場の若者にも分かりやすく昔と今を解説させていただくということで、今回はあの経営の神様ですね、松下幸之助のその言語化に挑みたいと。なぜすごいと、今の若者にも響くようにですね、解読させていただくと。そして私ですね、パナソニックの縁がございますと。なんとですね、このものづくり太郎、パナソニックグループ企業の出身でもございますと。いいイメージ持っていただけるのかわからないんですが、パナソニックにもいたと。どの企業体にいたか、どういったですね、グループにいたかというと、パナソニックコネクトにおりましたね。そして、ミスミにもおりましたということで、ミスミからはですね、例えば経営戦略とか、ビジネス俯瞰とか、マネージメントも多くさせていただきまして、かつ、やりきるマインドと多くのものをいただきました。で、パナソニックから何をいただいたかというと、装置ビジネスでございましたので、装置の生産性とか、工場の生産性の考え方を多くいただきましたし、幸之助の精神ですとか、大手企業のですね、ミスミも大手なんですけども、かなりストレッチされるのでですね、非常に働き方としてはホワイトとは言えないと
しかしパナソニックっていうのはですね、非常にコンプラ意識も高くてですね、残業にしてもですね、新幹線で1時間移動するだけでお金出るわけですね。非常にホワイトでございますと。そして、例えばセクハラ、パワハラみたいなものにですね、敏感でございまして、透明性も高いということで、そういった大企業ならではのコンプライアンスの意識もいただいたと。かつ、パナソニックにおりましたから、内側から見たパナソニックにも触れていきたいわけですね。事業の俯瞰をしていきたいと思います。7.3 兆円という売上をですね、2021年かな誇っておりまして、2022年は8兆円を超えたと、大手電機1社の一角でございます。大手電機8社というものがございまして、日立、ソニー、三菱電機、東芝、NEC、シャープ、富士通、そしてパナソニックでございます。現在、シャープさんだけお声をかけていただけないと。日立、ソニー、三菱、東芝、NEC、富士通、パナソニックからはお仕事のご依頼をいただいていると非常にありがたいという感じで、シャープさん待ってますと。製造業人材であれば知らない企業は、一般の方でも、ほぼ聞いたことあるだろうと。その一角を担うパナソニックの事業でございますが、7つの事業から成り立っていると。素業であるですね、暮らし事業ということでアプライアンス社みたいな感じで言われますね。ですとか、オートモーティブ、そしてコネクトですね、僕がいたところでございます。で、レッツノートの工場とかですね、物流のところにも行ってですね、パナソニックさん招待したんで無料で動画作ってくださいとか言われてですね、いやいや、無料はちょっと難しいですっていう感じですね。ということで、動画依頼もお待ちしてます。インダストリー社ですね。そしてエナジー社、もうパナソニックエナジーさんからスポンサードいただいてますからありがとうございますと。で、あとはエンターテイメント、コミュニケーションですとか、ハウジングが並んでくると。全7事業で構成され、ものづくりが中心と言っていいと思いますね。ソニーとの比較をさせていただきました。ソニーはですね、もはや製造業にあらずと。お前、ソニーにそんなこと言って大丈夫かって思うかもしれませんが、これ見てください。ソニーの売上構成でございますが、こちらがソニーですね。で、こちらがパナソニックでございます。で、ソニーね、例えば音楽とかですね、映画とか、金融みたいな感じなんですね。これ営業利益でございますね。利益の約半分をですね、製造業とはまた違う分野でソニーというものは獲得しているわけでございまして、過去からですね、サービスですね、ソフトウェアアズアサービスに大きく舵を切っております。プロダクトがある場合、例えば、プレイステーション4とか5ですよね。で、売った後にサブスクで課金制になってるわけでございまして、後ほど売ったはいいけども、サブスクビジネスを展開してるとか、エクスペリアとかもそうじゃないですか。エクスペリアってスマホでございますが、スマホの中でソニーのソリューションを提供してですね、お金を持ってこうよ、みたいなね。なので、ソフトウェアを中心とした会社になりつつあるわけでございます。パナソニックの売上の多くはですね、ほぼ工場が必要な、まさにものづくり企業と言っていいと思います。そんなパナソニックでございますが、稼ぎ頭が実はございます。そうです。家電といえばパナソニック。パナソニックといえば家電でございます。総合家電メーカーとして頭一つ、いや頭二つ抜き出ておりますし、パナソニックの事業体の中でも非常な売り上げを誇っておりますし、営業利益としてもやっぱりこの家電がですね、利益を稼ぎ出しているわけでございます。パナソニック総合家電メーカーですから、もう持ってない家電の方が少ないと。洗濯機ありますね。ドライヤーあります。そして、弊社の LED なんかもパナソニック製ですから。そしてですね、こういった机にあるですね、LED ライトなんかもうすべてパナソニック製でございまして、これ5つ買っておりますからね。とか、クーラーも作っていらっしゃると。しかし三菱さんからお仕事をたくさんいただきますので、我が家庭はですね、三菱電機製の掃除機とかテレビを愛用させていただいているという感じでございます。パナソニック事業の大黒柱は家電でございまして、特許数もですね、紐解くと、三菱さんだと制御とかになるんですけども、生活機器がダントツでございますと。あと電熱器具ですね。取り扱う家電カテゴリーは、シャープが40ぐらいなんですけども、なんとパナソニックですね、85ぐらいになってると。どんだけ持ってんのと。しかもこのシャープが2位なわけですから、それをですね、倍にしても届かないと。パナソニックはですね、当時、なんて言われていたかというと、松下電器をもじってですね、真似した電気と言われていたわけでございますが、幸之助言ってるわけですよ。この商売の基本サイクルを早く回せばですね、早く改善できるわけですから、市場のお客様に受け入れられると、お客様が欲しいような製品を競合よりも早く作れる。それによって便利な家電をばらまいたわけですね。なのでお客様にも非常に受け入れられると。その商売の基本サイクルを早回ししたので、この真似した電気というふうに言われるわけです。それで勝ってきたわけですね。家電といえばパナソニック
クであるということでございます。今見ていただいた通りですね、家電というものはパナソニックの稼ぎ頭でございますが、家電事業をですね、基礎に成長したと。1918年に遡りますが、まずはですね、松下電器器具製作所を設立しました。当時3人でやりました。本当は4人なんですけども、後ほど話していくんですが、2人は早々に辞めましてですね、奥様と、そして親戚の方とで3名で始めまして、年末にはなんと20名になりましたと。で、当時はアタチンですね、アタッチメントプラグで、これバカ好きに売れましてですね、この電気器具の普及に携わると。時は流れまして、1935年でございますが、松下電器産業株式会社を設立しまして、もうこの頃になると従業員数は3500人になっておりまして、子会社数も9社に増えております。自動車なんかのバッテリーもですね、作りまして、自動車事業にもこれ参入していくと。1977年、時は流れますが、この VHS ですね。VHS 知ってる？知らないでしょ。昔はカセットテープみたいなものがございまして、これをですね、テレビとは別のですね、モジュールにガチャコンって入れてですね、ウィーンって吸い込まれまして、それで録画したものが再生されると。今のスマホ世代には考えられないような器具がございましたが、こういったもので録画していたわけでございまして、テレビ番組録画の主流にこれがなっていくわけですね。で、1996年ですよ。世界最軽量の携帯電話ということでデジタルムーバー大ヒットさせましてですね、この携帯電話事業にも、当時それ実装してたのは確か静岡県掛川の近くだったかなっていう感じですね。はい、大ヒット。もう今では亡き工場でございますが、多くの電気製品を世に送り出し、この成長をしていくわけですね。で、2023年ですよ。はい。売上はですね、8.3兆円と、従業員数は23万人ですよ。23万人と。やばいと。子会社数は52社じゃなくて524社もございますと。一軒家の土間から始めてますから、3人で始めた会社が今ではもう世界屈指の大企業になっているわけですね。パナソニックを築いたこの人、松下幸之助なしにはやはり語れんということで、この経営の神様とも称され、その松下幸之助はもはやその存在自体が伝説になっていると。これを言語化していくわけですね。松下幸之助を尊敬する経営者たちということで紹介していきたいと思います。ソフトバンクの孫正義さんですね。名言がございますね。孫正義さんの名言です。ツイッターでハゲハゲ言われるわけですわ。で、このハゲハゲ言われてですね、孫正義どのように返したか知ってますか？違うんです。私が早く進みすぎていて、髪の毛がついてこれないんですと。なるほどと。素晴らしい返しでございますと。松下幸之助のカセットテープでございますね。これ、釣り切れるまで聞きまくると。そして、アリババ株式会社のジャック・マーでございますね。この方も、毎日新聞社の記者のインタビューで尊敬する人物に、この幸之助を挙げたそうでございます。柳井さんですね。ファーストリテイリング、ユニクロを取りまとめるですね、会社の会長でございますが、パナソニック創業100周年イベントで、このように発言されています。幸之助さんの教えがなければ、今のユニクロの成長はありえないということを言ってるわけですね。ですとか HIS の創業者の澤田さんですね。幸之助の著書、人を生かす経営が愛読書になっているわけでございます。一流経営者ですよ。もう一流の経営者でございます。松下幸之助の教えにもう尊敬という感じではなくてですね、うなずくと。もううなずいてると。そう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 。そうそう、それ言いたかったとか、もうめっちゃこれわかるみたいな感じですね。なので、非常にシンパシーを覚えるわけでございます。死してなおですね、尊敬され続ける松下幸之助でございます。では、なぜ、この松下幸之助は経営の神様と経営者たちに言わしめるのか。そして、尊敬というレベルではなくて、もう心を打つわけですね。彼が奔走した94年間からそのゆえんを紐解いていきたいと思います。幸之助の生い立ちから経営理論というものは始まってと僕は見てますから、生い立ちから見ていきたいと思います。貧しい生活を送るということで、実は貧しかったんですね。正しくは貧しくなってしまったと。1894年でございますが、和歌山県、そうなんです。幸之助は和歌山出身でございます。8人兄弟の三男、末っ子として生まれるわけですね。親父はですね、小さいながら地主でございまして、かなり裕福な生活を送ってまして、お手伝いさんなんかもね、家にいらっしゃったわけでございます。ところがどっこいですね、1899年でございます。父がですね、米相場ということで、日清戦争も終わってですね、日本が勝利してですね、近代化の流れが来て、もう産業というものがこの地方にも襲ってくるわけですよ。その一環として相場が来まして、なんとですね、ここに親父がですね、のめり込んでですね、破産してしまうと。もう裕福な生活から一変貧乏な生活を強いられた。田んぼなんかもですね、全部売り払ってですね、今まで働かなくてもよかったのに、もう収入源がなくなるわけですね。いきなりですよ、いきなり。で、1901年ということで、小学校に入学しますが、ここでですね、長兄次兄ですよ。なんと兄2人を失うと。僕、愛知県の出身ですから、名古屋にはですね、たわけという言葉があるんですよ。
要するに長兄が全て財産を引き継いでですね、田んぼを分けるやつはお前そんなバカ野郎だということで、お前田分けやなという言葉があるぐらいですから、もう長兄にかける思いというものは非常なものがございます。当時和歌山もですね、田畑がいっぱいあったでしょうから、この長兄時系を失うというものは松下家にとってもですね、非常な出来事であったと思いますと。さらにですね、お姉ちゃんも失うということで、もう兄弟の中で残る男女はですね、幸之助だけになると。そして確か全ての兄弟を失いましてですね、松下幸之助がパナソニックを築き上げるというか、松下電器を築き上げる時にはですね、もうご両親も他界されてるということで、そこだけでちょっと涙ちょちょぎれますよね。栄達した姿をですね、幸之助はご両親に見せることができなかったというエピソードもございます。非常に厳しい人生のスタートになると。で、1904年でございますね。神長小学校を中退すると。いや、決して悪ガキだったから中退するわけではないんですね。大阪のですね、木鉢を作るところにですね、デッチ方向に行かされるわけですね。当時なんとわずか9歳ですよ、9歳。9歳ですよ。小学1年生が6歳で入りますから、小学校3年生、4年生ぐらいで、なんと働きに行かされるということでございますと。デッチ方向に行きましてですね、当時寂しいもう9歳ですから、母のことを思って毎晩枕を濡らすと。で、慣れてきてもですね、時にはですね、母のことを思って泣くわけですね。1905年でございます。デッチ方向先を変えまして、自転車屋さんですね。で、僕も自転車好きですから、大学時代自転車のコンズサイクルというですね、京都にある十数店舗ある自転車店舗ですね、そこで働いてましたから、シンパシーありますよね。5年4ヶ月の長い期間働くわけでございますと。父からですね、小学校に戻るとか他の学校で学ぶ機会があったわけですけど、いやいやもう商売で身を立てようということで、それ止められてですね、当時松下幸之助としては、いやもう学校行きたい、学びたいという気持ちがあったわけですが、解雇してですね、当時の父の発言が非常に良かったということを言ってますよね。貧しい環境になってしまい働きに出るわけですね。幼い頃から商売のいろはと一緒の環境に身を置くわけですが、不思議と幸之助はですね、嫌とは思わなかった。むしろですね、もうそれを楽しんだわけですね。デッチ方向からですね、幸之助の考える力が垣間見えるということで、デッチ方向時代の松下幸之助でございます。彼ね、いろんなエピソードを残してますが、まずタバコの買い置き、デッチ方向しておりますから、小僧とタバコ買いに行ってくれんかということで、お使いを頼まれるわけでございます。毎回ですね、隣町までですね、買いに出かけ、これがもうめんどくさくてたまらんということで、幸之助考えましたと。自身のお金で爆買いをしてですね、まとめ買いをして、それをですね、置いとくと。で、このまとめ買いをするとですね、一泊おまけがつくわけですね。で、それで収入を得るということで、約50個売れると、給与でですね、4分の1ぐらいに達したと。これええやんかと。しかしながら、店主にですね、やめてくれお前と。もうお前だけがそんな給与 1.25 倍になるということでございますから、一人勝ちすると反感買うということで、この商売の一人勝ちはあかんと。初めての自転車販売。当時ですよ、自転車なんて誰も乗ってないわけですよ。裕福な家庭しか買えませんから。ということで、これを売れたらもうヒーローみたいなもんですわ。ヒーローですわ。もう自動車買うようなもんですね。ということで、一人で自動車の売り込みに行くわけでございますが、当時から商売面白いなというふうに思ってるわけですから、もう泣きべそを書いてですね、泣いて店主にどうにかまからんかと1割と。もうだったら5分負けでええわということで売れるわけですね。ということでもう最後なんで売らんのやということで店主に泣きべそを書くわけですから、どっちの味方かわからんという感じですね。ということで物を売る情熱があったわけですね、幸之助というものは。そして3番目、これ外せないということで、商売上の道徳感があったわけですね。こういったエピソードがございます。この店の商品をちょろまかしていた従業員がございまして、その従業員ですね、仕事ができたということで、ちょろまかすぐらいですから、もう悪知恵が働くわけですよ。小僧に対してですね、店主が一回慈悲もあってですね、今回だけ許してやろうということを言うわけでございますが、幸之助はですね、いや、そうはなりませんと。もしここでその従業員を許すということであれば、私はお暇を頂戴してもやめさせていただくということをきっぱり言うわけですね。15歳以下ですよ。15歳以下ですけど、店主に向かってですね、諌めるというかですね、苦言を呈するわけでございますと。最終的にはそれを認めてもらってですね、その従業員を辞めさせてですね、ということでございます。当時のことを思って幸之助がこういうわけ、あれは正しい判断であったということですね。何が言えるかというと、商売に対してまっすぐで、そして真面目な気質であるということでございますね。発想力ですね。そして熱意があります。さらに幸之助で外せないものは、商売の道義を
ものすごく大切にする人であると。時は流れまして、新時代の予感は電気にありと。1910年ですね、幸之助ですね、大阪におりますから、梅田ですよ。当時ね、あんなぐちゃぐちゃじゃございませんと。で、なぜ梅田駅というものはあそこにあるかということでございますが、駅を分けるとですね、電車をですね、機関車トーマスみたいにですね、こういう風に大規模な反転装置が必要だったんですね。それはあかんということで、当時都市でも何でもないところに大阪駅、梅田駅を作ってですね、確かですよ、あそこが発展していったわけですね。で、市電ですよ、走ってるわけですから、これを見てですね、うわ、すごいと。電気の力で今、電車あんな大きいものを動かすんかということで、もう次は電気が来ると。大阪電灯に内製見習い校として入社をしますと。で、ここでですね、仕事に真面目でございますから、めきめき頭角を表すと。なんと、3ヶ月で工事担当者に昇格ですよ。昇格。抜擢ですわ。課長とか係長ですね。当時16歳ですよ。16歳。まだ高校生ですわ。今で言うと。1917年、7年間働きまして、もうなりたくてしょうがなかった検査員に昇格すると。もう検査員といればですね、もう当時稼ぎ頭でございまして、担当者の憧れでございます。最年少で昇格しました。しかしながらですよ。朝ですね、9時に出社して、2、3時間周りを回ってですね、それで仕事終わりっていう感じですから。もう幸之助からするとですね、憧れだったんですけども、時間ができてしょうがないということで、もうつまらなくて仕方なくなってしまうんですね。で、こういう風に時間ができると幸之助もですね、いろんな心配事が出てくるということで、余計なことを考えるんですね。このままで俺はいいのかとか、そうすると体調も悪くなってですね、隣の人の咳で俺は病気になるんじゃないかとか、そういうことを思うわけでございますと。ということで、以前からですね、この電気事業、興味を持ってたわけですから、開発を考えていたソケットを試したいという思いが日に日に強くなっていくわけですね。で、病弱ですから、このまま検査員でこのまま仕事してって俺は大丈夫かなということも相まってですね、よし事業をやろうと亡き父の言葉ですね、商売で身を立てようということに突き動かされまして独立を決意するわけですね。要するにパナソニックの物語はここから始まっていくと。このソケットから歯車がどんどん動き出すわけですね。ということで、ここから幸之助の経営人生というかですね、会社経営が本格的に始まっていくわけですが、幸之助がですね、経営者を虜にするのは人の使い方の名手であったわけですね。要するに自分はですね、非常に体が弱いわけですね。なのでゴリゴリではないんですが、この知恵で乗り切っていくと。そしてその分野のプロにさせるわけですね。お前やってみろと。で、彼のスピーチもね、動画に残ってますから聞いたことが何回もありますし、松下電器がですね、創業当時はもうプロがいっぱいおったと。お前ら本当にプロと呼べんのかと。自信を持てるのかと。そういったプロと自覚してる人は今手を挙げてみてくださいって言うと、シーンとなるわけですね。そういった演説もするわけでございまして、独立人生がスタートしていくと。少ない資本金ですね。これ当時の一般的な給与のですね、2、3ヶ月分を資本金に独立すると。そして4畳半の工場です。4畳半のそれ工場と呼べんのかという感じでございます。友人2人と義弟の計4人でやると。そして練り物の製法が不明ということで、このソケットはですね、練り物で作るんですけど、コアとなるですね、その練り物の調合方法等がもうわからんと。それで練り物やっていこうというわけですから、もうめちゃくちゃなわけですよ。幸之助もめちゃくちゃ嫌なという感じですね。で、4ヶ月かけて完成させたが、売れたのはなんと10円だけです。10円。10円がどのくらいの規模かというとですね、検査員の15日程度の給与でございますね。なんと4ヶ月それだけしか売れんと。で、利益はもっと少ないですわと。家の大黒柱である、義弟以外の2人はもう辞めます。当たり前だのクラッカです。もちろん全ての着物を質屋に入れたということで、当時ね、高級品といえば着物でございましたと。土地の背にですね、ここから事態が好転しまして、練り物をね、ソケット自信持って開発したものは売れなかったんですが、それで営業をかけてですね、松下さんと、あんた練り物得意だったねということで、扇風機のですね、練り物の外板1000枚の注文を受けることになんと成功すると。文字通りこの受注で皮1枚つながると。パナソニックといえばソケットから始まったんでしょと思うね。そうなんですけど、本当はですね、扇風機、ここから始まってるわけですね。要するに扇風機に命を救われたのがパナソニックであると。その次がアタチンと呼ばれるような外板で作るこのプラグ、これですよ。こういった配線器具ってね、今パナソニックシェアめちゃくちゃ高いわけですが、もうこれをですね、3人で奥さんも含めてですね、義弟と毎日夜12時まで働いても売れまくると。納品しなくて向こうから取りに来てくれると。3割ぐらい安かったそうですと。で、当時何が画期的だったかというと、製造方法を社員に人を雇うわけですから、もう12時まで働いても拉致が
があかんということで従業員雇い入れるわけです。この製造方法、練り物を、これは社外秘密 NDO を結んでも絶対社外には漏らさんというものだったんですが、これを社員に簡単に開示していくわけですね。これで作ればいいよという感じでございますと。これ画期的で人をね、うまく使うということで、事業が徐々に拡大して、信頼して拡大していくわけでございます。ついには東京にも歯を伸ばしですね、業界も全然成熟しておりませんから、大きな改良ができたこともあってですね、急激に成長していくという、時代も良かったんですが、この考え方とか人を信頼するとかね、業界では不分律とされてた、そんなこと絶対やらないっていうですね、練り物の調合方法も全部従業員に開示してですね、事業と向き合うというところも大きいだろうと。詳しくはですね、この本に載っておりますので、これ絶対見てくださいという概要欄からお願いいたしますと。で、幸之助が経営者として生きてきた70年間ですね。この考え方、生き方そのものがもう経営哲学なんですね。で、幸之助になぜ皆さんが惹かれるか。僕も大好きでございますと。で、幸之助の生き方はもうその当時必死に生きてますから、その時代を生きるその人々と似通ってるんですね。庶民からしてもどこか親近感を持たせるんですが、幸之助の違うところは、当時の考え方としては非常識なところが非常に多いんですね。例えば工場を作るから保証金を巻いてほしいとかね、保証金をくださいとかですね、堂々としてると。しかし経営の本質をついてると。その練り物の調合方法を開示するとかね、一緒にやっていこうと。信頼してるからみたいなことを絶対やらないわけですけど、今だと当たり前じゃないですか。ノウハウを従業員に開示しますよね。ゴリゴリのパワー系ではなくて、そう考えるんか、さすが幸之助やと、そう言わせる、そこに真髄があるわけでございますと。確かに正しいし、私にも実践できそうだと思わせるところがすごいと。そのように私は思いますと。偉そうなこと言えませんから、思いますという表現に留めさせていただきたいと。で、そんな幸之助にも、実はですね、大事にしているものがおそらく3つあると思いますと。ここから会社が大きくなっていくわけですから、そこで大切にしていた経営方針があるわけですね。当時経営方針と言ったかもわかりませんが、このようなことを話していると。まずは目標や夢を持たせる経営でございますね。今の Z 世代が聞いたらそんな耳がなんかかゆいわっていう感じですけども、こういうことですわと。で、人を育てる経営ですね。人を育てると。そして社会発展のための経営ということでございまして、目標を示し夢を与えると。自分の事業に信念を持つわけですね。これはある宗教団体に行ってですね、信者がもう非常に熱心なんですね。もう熱心で床壁拭きまくっとると。それを喜んでやっとるわけですね。で、自分の事業を顧みた時にですね、これだけやったらこれだけ儲けられるというですね、弱い信念、もう金と、もうそれじゃあかんということに気がつくと。要するに生産材を利用する人の利益を追求すると。家電を売るわけですから、それで世の中便利になって、もうお客様が喜んでくれると。そこに対して俺たちやってるんだぞと。製造業というものはそういった尊いものであるという水道哲学を語るわけですね。なのでこれで皆さん豊かになるから、この家電というものをですね、蛇口をひねればほぼ無料ですね。ミネラルウォーターの1000分の1ぐらいの価格で水が飲めるわけですから、水道の水と同じようなものに家電をしようじゃないかと。世の中に役に立とうということを言うわけですね。そして1日休養1日教養ということで、1960年ですよ。幸之助アメリカに行くわけですね。そこで仕事の能率の向上をアメリカの生産現場等を見てですね、思うわけですよ。アメリカと日本の生活水準は1960年当時ですね、もう雲泥の差があるわけでございます。突き詰めればこれなんでこんな差が生まれるかというと、生産性によるものだと。生産性を上げないと生活水準、例えばアメリカの1時間が日本の10時間ぐらいの給与になるわけですね。生産性を上げないといかんと。しかしこの生産性を上げていけばですね、精密な機械を使うわけですから、担当者の集中力が持たんと。それまでは週休1日制だったわけですから、1日制です1日。もしくはそんな労働基準法とかないわけですから、もう働きまくっとるわけですね。しかしこの集中力はおそらく持たんだろうということで、週休2日制が導入される15年前ですよ。生産性を上げて週休2日制を我々で勝ち取るぞと、一緒にやっていくぞということを言うわけですね。社員もいいし、それを俺たちで勝ち取るんだということを言うわけでございますと。社員の自己実現と会社の方向性というピースを幸之助合わせ込んだわけですね。素晴らしいと。意図せず、それが私の道義であると思い実行したところが凄みですよね。意図してなくて、こういうような世の中になるっていうことであれば、もう週休2日制絶対必要だから、それを社員の目標にしようじゃないかと。経営哲学たるものは、みたいなことを言われるわけですよ、今はね。ちょっと昭和の時代ですけど、そういった言い回しは。しかし、そういったことが言われる前から、こういったことを定めてですね、一緒にやっていくと。ここに結物たるゆえんがあるわけで
ございます。そして人を育てる授業は人なりと。松下電器は人を作ると同時に電気器具も作ってると。これはあまりに有名な幸之助のエピソードでございますと。パナソニックに勤めている方であれば聞いたことがあるでしょうと。成長していない人を抜擢しても授業は成功しません。だからまずは人を育成すると。ここがなくてはならないと。そして幸之助は人を育てるだけではなくて、その人を信頼するわけですね。非常に信頼すると。事業部制も日本で初めて確立して、その事業部のトップ、会社の社長みたいなことです。お前任せるぞと。なので、決済も早くなるわけですよね。そして任せられるとどうなるかというと、言わずもがな人は任せられるとですね、創意工夫をしてですね、そして能力を最大化するわけですね。事業はうまくいくということで、1933年、戦前ですよ。事業部制を実施して、例えば自主責任経営の徹底ですとか、経営者の育成、さらに迅速な意思決定の決定ができるということで、いろんないいことがあったわけですね。日本史上初の試みでございますが、パナの原型でもございますが、日立もね、事業部制引いてますよね。僕の出身の三角も事業部制ですわ。みんなが真似したわけですよ。それを初めてやったわけですね。幸之助を神様と言わしめる凄さはですね、人の可能性を見出してるわけですね。かつ危なさも語ってるわけですよ。国を滅ぼす、国を反映させるのはもう紙一重であると。有能な、もう頭キレキレなんだけど、一歩間違えばそれは破滅に向かうと。なので危うさもこれ解いてるところが幸之助の素晴らしいところですね。そしてパナソニックのいいところですよ。経営数字は非常にオープンでありますし、僕末端の従業員でございましたから、末端の従業員にも営業利益とか事業部の売上っていうのは全て開示されるわけですね。自分の従がどのくらいの数字か知らない大手企業の担当者めちゃくちゃ多い中で、パナソニックの人たちは全て知ってます。透明性が非常に高いので、悪いことが逆にできないんですね。どことは言いませんけど、粉飾決済した大手電機メーカーありますね。とか、シャープも本杯に買われる前ですね、隠していたですね、借金があったりとか、そういったことがないわけですね、パナは。次でございます。散歩よしの考え方に対する愚直さでございます。全ては社会からの授かり物だと。革新的ですね。すごい。1920年後半ですよ。忠実に経営して、社会に対して責任を果たさねばならんと。人材は天からの授かり物、社会からの授かり物と。この頃ですね、300人規模になってくると、やっぱりもう幸之助自身としても、よりどころが欲しいわけですね。そして編み出したのが、単なる利益追求ではなく、社会に寄与する方針を立てるわけでございます。当時儲けてなんぼみたいな世界ですよ。それに対して社会ですよ。そして税金でも悩むわけですね。幸之助、こんなに税金取られる思うわけですよ。いやいや、もう金もですね、預かり物だと。だからもう国に奉仕して当たり前だということを思うわけですね。革新的であると。これが今でも残る綱領信条でございますと。これ残ってるんですよ。僕ね、パナの社員ですけど、毎朝これ、みんなで読み上げるんですよ。綱領、産業人たる本部に徹し、社会生活の改善と向上を図り、世界文化の進展に寄与せんことを喫すと。これ言うわけですよ。しかし、この背景を知ってるパナソニックの社員は、多くいないんじゃないか。半分ぐらいかなというふうに思いますよね。幸之助のバックグラウンド知ってれば、なるほどと。天からの授かり物だから、ここにと向き合おうということを果たして認識してるかどうかですよね。形骸化してる部分があるんではないかなというふうに思いますと。こんなこともしました。ラジオの特許を公開すると。特許魔が、もう特許魔というとはですね、アメリカで特許取得されたらそれをですね、日本の特許庁に申請してすぐ取っちゃう人がいるわけですね。もうそんなクソ野郎がいたわけですよ。その開発を妨害していたわけですね。しかし幸之助は大人でございますと。社会にとってラジオというものは大切でございます。今で言うとテレビとかスマホですよ。当時皆さんラジオから情報を入手してたわけで、みんなスマホから情報を入手するんですよ。そこに特許があってスマホをうまく作れんという状況になってるわけですよ。ふざけんなですよ、特許マン。多額のお金を出して、そんな当時松下電器大きくないわけですから買い取ってそれを無償で開放したわけですよ。これ文化的要素だからやろうと。一方ですね、壊れないラジオも開発しました。当時粗悪品がまかり通ってたわけですね。で、いや高いじゃねえかと言われるわけですけど、いやいや、その開発費用、エンジニアリングしっかりしてるわけですから、そこは奉仕してるわけですから、お金もらうということを言ってるわけですね。しっかりした値付けも必要だと。で、社会や業界にとってその値付けがなければエンジニアにお金還元できないわけですよね。業界が育たないと。そこを鑑みて道理を鋭くつくわけでございます。一言で言えばね、幸之助さん、志が非常に高い人なんですね。しかしこれだけではございませんね。一言で表しちゃダメです。それを体現する倫理や考え方、そして実行力で正義を通していくと。そこにはですね、水戸黄門のような助さん格さんやっておしまいなさいとね、悪人がバッサーバッサー切られてハッハッ
で笑うわけですね。僕、ちょっと前の水戸黄門が好きです。もう、映像が綺麗になった水戸黄門あんま好きじゃない。もう汚いところがいいんですよ。水戸黄門ね。それを、幸之助すごい生の人生でこれ体現していくわけですよ。それが当たり前だと思ってるわけですよ。そう、ダイナミックにと。だから経営者とか志の高い人の心に来るわけですよ。すごいと。千里交理ですよ。最初に義を通して、そして後で利益を取っていくと。そういった言葉をもう超越する幸之助の人生そのものが語りかけてくるわけですね。幸之助の生き様そのものが経営学になってるわけですよ。でっち方向に行った時から、いや、私、それは間違ってると思いますと。道義を通すと。もう商売のあるべきがそこに落ちてるわけですね。人生に。そのパナソニックの経営とかじゃないんですよ。彼の人生なんですよ。悪人を取り締まるっていうね。例えば、水戸黄門しかり、鬼平しかりですね。ああいったものはもうストーリーができてて簡単なんですよ。はっきり言えば。悪を懲らしめると。しかしながら、幸之助が体現したのはビジネスという複合的な戦いですよ。そこでこれをやってのけるわけです。そこに凄みがあると。経営と、そして人材の目標を持たせて経営と合わせ込むわけですね。一緒にしていくと。そして道義を商売を通じて実現させると。まさにですね、これは人を動かす全てがそこに詰まっているわけですね。誰も文句つけれんと。素晴らしいと。もう感動するねっていう感じですね。自分で話してて。さらに幸之助はマーケティングにおいても教わる箇所が多いのではないでしょうか。こんなことを一言で残してます。伝わらなければ存在しないものと同じであると。これはですね、当時、砲丸型電池式自転車ランプの販売。幸之助自転車屋にでっち奉公してましたから、自転車に関連する商材、なんとかして扱いたいと。そこで目をつけたのが、この砲弾型電池ランプでございました。当時ですね、自転車のライトは、ライトと呼べるかどうかという、もうろうそくでした。ろうそくか、石油ランプということで、石油を垂らしてですね、そこでつけるわけですね。電池式のランプを開発、販売すれば長持ちするから、絶対売れると。しかしながら結果としては鳴かず飛ばずなんですね。全然受け入れてもらえないと。石油ランプの10倍以上の長持ちなのになんでだと。それはですね、電池が特殊なんで買い替えるとか、電池が切れた時に特殊なんで嫌じゃないですか。特殊電池買いに行きたくないとことで敬遠されてしまうと、問屋にもそういうふうに言われると。そこで幸之助何を起こしたかというと、ならば2、3個を無償で置かさせていただきます。で、1個はもうずっとつけといてください。20時間、30時間持ちます。明日の朝来てもずっとついてますから。で、よかったら、それで、これは説明書以上に長持ちするっていうことで、絶対売れるじゃんって思ったら、残りの2個を買い取ってくださいと。よかったら買い取っていただけませんかっていうことをするわけですね。そしたら営業マンとしては楽なもんですよ。もう無料で置いてって、受けといてください。最初は無償ですから、もう会社の運命を賭してこれやっていくわけですね。そうしたら3ヶ月、4ヶ月するとですね、成果が上がり始めて、向こうからこれはもうすぐ作ってくれっていうことで、買い取らせてくれっていうことになるわけですね。商売とは面白いと。ナショナルということで、パナソニックのこのナショナルブランドというものは当時有名でございましたが、そのナショナルを関するランプですね、これを無償で1万個配るわけですね。その電池を作る企業に対しても1万個無料で作ってくれというわけですよ。最初は金払うから、その後で1万個の料金を払っていただけたら結構ですということを絶対売れると知ってもらう目的のために製品を配布するやり方は非常識だったが、これは売れるという目利き、そして売る執念がすごいわけですね。世の中のために立つと。売ることの執念は単に売ってやろうというものではなく、当時幸之助こういうこともやってるんですね。街頭に出て自身でも意見を集めるわけですよ。果たしてそれが正しいんかと。人生そのものが、彼人生そのものがまずですね、作って商品をまず作ると。想像して作ると。そして実際にね、ものを作ってみて、さらに売ると。で、意見をまたフィードバックしてもらって。要するにこれが商売の基本サイクルでございますと。まさに商売の基本サイクルで、顧客がどう感じるか、売った後、それを戻す、意見を戻すサイクルまでが商売であるっていうことを言ってるわけですね。本質ついてますよね。だから真似した電機でも総合家電メーカーナンバーワンになれたわけですね。なんで総合家電メーカーナンバーワンなんだってね、アプライアンス社の人本当に言えますかっていう話ですよ。こういうことでございます。では、もう幸之助ね、ご理解いただいたと思いますから、後半はパナソニックの可能性について、最後ちょろっと話させていただきたいと。幸之助の人は本当に生きてますかって話ですよ。あえて言わさせていただきたいと。彼の人生のボトムまで改装できる従業員は少数ではないでしょうかと。僕ね、パナソニックの研修がありました。入社して中途ですから。3日間ありました。僕はですね、彼の本含めて当時買いました。パナソニックに入社したっていうことで決まりましたから。この3冊を全部読んでですね、乗り込みました。偉いでしょ？太郎偉いでしょ？やっぱ他とは違いました、ちょっとね。周りにそのような人物は皆無でしたね。
幸之助どういった人かっていうのをね、僕憧れ持ってましたから。その本も一冊も読んでこずにですね、パナソニックの研修に来ると。もうそれは僕はいただけんと思いますね。社員ですら読んでる人いるのかなって感じですね。何かを、僕はパナソニックはおそらく幸之助ですから、何かいただくだろうと思ってですね、行くわけですから、それ相応の礼儀が必要でございますと。しかも幸之助が作った会社、本ぐらい読まなければもう顔向けできんとパナソニック。ということを読んできましたね。いずれにしろ、自身の仕事人生と幸之助ならどう考えるかぐらいはね、そういった哲学はパナソニック社員であれば身につけておくべきだが、それができる機関職はどのくらいいらっしゃいますか？機関職ってのは課長職以上でございますと。だったかな？そうだったと思う。もう離れて久しいですから。経営者と機関職、そして一般職の方々がいらっしゃいますと。幸之助論を近づける必要がある。なぜかっていうと、皆さんですね、久住さんも、そしてパナソニックのですね、歴代の社長、みんな幸之助はこう言ってると。こういうところは憧れてるって言うわけですよ。だったら、この論理というか、幸之助の人生をですね、もうちょっと学ぶ機会があってもいいんじゃないですか。そしてパナソニックの社員であれば、それは責務をですね、幸之助の人生を語れるっていうのはね、一つね、メリットの方が大きいと思いますよ。っていうのは一点と。日本のビジネスマンの道義のレベルにもなると思いますよ。今の Z 世代って申し訳ないですけど、前リクルートさんと飲んでたらやっぱり今の人材っていうのは程度が非常に下がっとるということを言うわけですわ。はっきり言って。もう有能な人はいるんだけど、有能な人が本当に少なくなってきてるということを現場感覚で言われるわけですね。せっかく幸之助のね、パナソニックで働くわけですよ。本読むのに3日かからんすわ。これね、特に僕読んでいただけないこれが一番わかりやすいと。これ3日で読めます。自社に対する持論を持ってないっていうのはもったいないぜと。損はないということでございます。働く意識に対してもう希薄化している現代でございますね。希薄化してると思います。働く価値観に変化があるときに精一杯やりきるとかですね。自分が持ってる事業に対してプライドを持つと、そういった価値観があってもいいと思いますよ。そこが人生と自分重ね合わせることができればですね、非常にドライブできますし、幸之助のような経営の神様ですから、そういった力量に行かなくても自分はそういう風に重ねる人生を歩みたいと思う人がいてもいいと思いますよ。なかなか大手言わないですからね。メーカー各社も言い出しにくいですね。働き方改革とか言ってリモートワークとか言うわけじゃないですか。いやリモートワークしてる人が10年後ですよ、30歳になった時に人とのつながりがない中でやっていけるのかと。やってけへんと。プライド持てと。精一杯やりきれと。効率化と叫ばれるが、事業に没頭する時期があってもいいわけですね。これやりきるんだと。そういったエネルギー絶対必要でございますと。事業僕持ってます。ね、熱量がないと、道はどうやっても開かんわけですわ。幸之助が残してくれた土壌をうまく活かすのもパナソニックですね。人生は切り開くと面白いですよ。面白いと。いろんな人とお会いできるし、運も強くなると。そして化石頭のアプライアンス社の可能性にも触れておきたいと思います。生活周りの家電を網羅しているポテンシャルをもっと活かせと。配線器具やってると。コンセントはパナソニックのシェアが圧倒的でございますと。コンセントを一つ取ってみてね、考えるとどのくらいのポテンシャルがあるかっていう話でございますが、家はですね、5000万から4000万の家が確実にあるわけですね。それぞれにコンセントが10個ぐらいは平均で、大きい家もあれば小さいね、家もありますからついとると。ということは5億個のコンセントがあります。スイッチ合わせると10億個ぐらいですよね。パチパチやると。そこで新しいビジネス作れと。例えば、ジェカーに行きましたわ。これね、伝説店。パナソニックのブース行っておもんなかったわ、はっきり言って。ごめんなさい。おもんない。例えばね、EV とかソーラー発電とか言っとるわけですわ。で、新たな、電源必要なら分かるものの、新しい価値を想像できればもう最高ですわ。例えば、家電がそこにつながっとるわけですね。IoT でつなげると。どういった電力構成になってると見える化するとか、コンセントと連携して家電をコントロールするみたいなね、いうことができるわけですよ。センサーつけて。で、工場に行けば、もうミニマルファブ入れて IC 作ればいいわけですよ。それを実装すればいいだけで。そうしたら5億個の市場が一気に創出できるわけですね。低コストで。そればらまいて、東南アジアに向ければ、東南アジアでもこの配線器具やってるわけですから、莫大なポテンシャルがあるわけですね。ここめちゃくちゃ注力してほしいと。でもなんかおしゃれなコンセントとか言っとるわけですわ。ちゃうと。違う、そうじゃないと。おしゃれもいいけど、もうちょっとね、IoT の時代ですから、そういったものを、シナジーをね、家電と囲い込みできればもう最高ですよ。パナソニックのコンセントと一緒に使ってもらうとこういったメリットありますとか言ってね。で、あとは、そもそも家電ですよ。僕の事務所なんて AC 機器なんてないです。ディスプレイ、PC、その LED ライト。
そして一つあるな、クーラーと印刷機。でも印刷機もどうせ DC に変換してると思うから、ほぼ DC ですね。黒物家電も DC ですから。で AC で家庭の電気って供給してるわけですね。で DC 変換してるわけですよ、ほとんど。DC でそもそも家を作ればいいわけですよ。そうしたらそこの市場が一気に作れますから。プロジェクト昔あったみたいですけど、今ついえてしまったと。これ復活させてもいいんじゃないですかっていう話ですね。あと僕のコネクト社の可能性です。ブルーヨンダー買収しましたね。いい買収だと僕は思いますね。いい買収だった。しかし、そういう認識をパナソニックの人がしてないわけですよ。バカ野郎と。実際にいいサービスで価値にパナソニック社員も気づいておりません。じゃあ、ブルーヨンダー何ができるかっていうと、例えば、世の中ですよ。サプライチェーンがない、製品はないですね。iPhone にしてもですね、サプライチェーンで部品の調達があるわけですね。自動車にしても全部サプライチェーンの部品調達してると。で、この PC にしてもそうだし、このディスプレイにしてもそうだし、ここの台もサプライチェーンあるわけですよ。木材を輸入してて。で、いろんな構成部材があるわけ。それが全て市場になるわけですよ。ブルーヨンダー何がいいかっていうと、設計、製造、調達ですよ。ボムをまず吐き出すわけですよ。製造用の E ボム使ってマニュファクチャリングボムにしてるわけですね。で、その後調達もこのボムを元に調達をしていくわけですよ。全て手が介在してると。縦割りで都度作り直しの工数が発生してるわけです。製造業の現場では。それをシームレスにできますよと、ブルーヨンダーはね。そして製品改定したい場合も全てリストを改定しないといけない。めちゃくちゃ手間がかかるんで、早い製品サイクルを回せないわけですよね。そこをつなげますし、ERP とも接続できると。ERP にもなれるとか言っとったかもしれんと。詳しくは問い合わせていただきたいと。在庫管理も俗人的になってるでしょ？それもやってくれるわけですよ。ここを全てつなげる。要するに、グローバル日本だけじゃなくて、世界中のサプライチェーンをブルーヨンダーで飲み込むことができると。1兆円なんて安いと。素晴らしいポテンシャルがあることに全くパナソニック社員気がついてないわけですね。ということで、皆さんね、幸之助の人生から今のパナソニックの変革ですね。どうお考えですかと。ためになったところあるんじゃないですかって。若者頑張れと。幸之助もこう言っとるわけですから。幸之助に心を打たれる社長が多いっていうことは、社長とかエグゼクティブはみんな、経営者層はそう思ってるわけですよ。それでリモートワークさせろとかですね。働き方改革だ、週休3日制だと。バカ野郎、自分たちでそれ勝ち取れと。実力つけてと。自分で運を強くしろと。そういうことですわ。ね、皆さんね、大手の経営者層そういうふうにダイレクトに言えませんから、僕が代わりに言ってあげますわ。感謝してください。仕事ください。そして、この太郎ですよ。最後に、YouTuber が切削授業やりたいと。なんでやりたいんだということを最後語りたいと思います。4歩よしでございますと。じゃあ、幸之助ならどう思うかってことを常に思ってる。息子に僕、幸之助つけるぐらいですからね。幸之助大好きなわけですよ。まず生産性向上を動画で発信すると。日本の生産性に寄与したいと。工作機械の雫ですよ。これ、10時間働いてたら、なんと2時間以下しかワーク削ってないわけですよ。クソなんですよ。日本の生産性は。そしてコラボ企業、ね、サービス紹介することで企業もウィンになると。さらに、工作機械メーカーですね。マザックかブラザーか分かりませんけど、知名度獲得できるウィンと、切削が簡単にできるとか、早くできる。さらに、弊社も利益出せればいいなと。最終的には、頑張れと。みんな応援してくれると。日本の製造業へ貢献すると。そして、全ての関係者ウィンと。儲かれば税金も払いますと。ということで、パナソニックに松下幸之助ありと。どうですか？経営の神様と呼ばれる男ですね。以上でございます。お疲れ様でございました。いかがですか？得ること多かったんじゃないですか？今日はね。神回ですね。本当に幸之助好きじゃないとこんな動画できないですからね。そして言語化は難しいです。幸之助なんで彼が経営の神と呼ばれるのかね。心に来たって。わかる。課長以上であればうなずくところ多いんじゃないですか？わかる。従業員に言いたいんだけど、こういったことを言いたいんだけど、だったら簡単です。僕の動画 URL 送りゃいいんですよ。これが俺の全てだっつって。そして最後です。一言ね。パナソニックさん、要するにですね、仕事もくださいと。はい。なかなか渋いね、パナはね。いや、違うんです。パナソニックエナジーさんはスポンサー動画いただいてますから。もうありがたいとね。電池作りまくってますからね。ということでございますと。技術者欲しいということでございますね。こういった幸之助の動向を学べると。パナソニックエナジーなら最高じゃないですか。どうですかと。ということで、こんな感じで製造業に関連する動画をいつもアップロードしております。今回は電気電子ですかね。パナソニック特別編でございましたが、いつもはね、工作機械でしょ？ FA でしょ？自動化、そして制御ね、半導体、セミコンアンバサダーですから。そして自動車のこと EV と。で、今度、タイに山田太郎先生と行ってきますから、タイがどういうふうに自動車のね、メガトレンド来てるのかっていう、実際に工場に行って確かめてきますと。そういったこともやってると。製造業に関連する方、ぜひチャンネル登録いただいて応援してあげてください。そして、一つでも刺激になれば、
もういいねしか今日使んやろと。もうあれですよ、ヨボヨボの50の窓際族はですね、もう無理って言って、もうバットですわ。そうじゃなくて、心意気のある人はもういいねをしてくださいという感じですね。ということで次回の動画の前にスポンサー動画でございます。ありがとうございます。本日はですね、西日本 DX ということで、小倉の方にお邪魔させていただいておりまして、いつもパナソニックエナジーさんのスポンサー動画はホテルからということで恐縮でございますが、松下幸之助ですね、まとめさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。幸之助が存命の時からですね、電池事業というものは一事業としてエッサホッサとやってきたわけですけども、今はですね、パナソニックエナジーの中で中核事業部になっております。歴史もあるし、その歴史だけではなくてですね、2030年には売上3兆円を目指していくということで、もうアクセルを踏んでですね、やっていっております。そんなパナソニックエナジーは絶賛エンジニアを募集中でございますので、概要欄からアクセスいただいて、応募いただきたいと思います。ということで、いってらっしゃい。そして次回はですね、未定となっておりますが、おそらく EV 化になると思いますと。EV の動画、1ヶ月半ぐらい前ですかね、上げたらもう60万回再生されてる。実はですね、カリフォルニアですよ。米国で一番 EV が進んでるところですね。そこから頼りをいただきまして、それを読み上げさせていただきたいと思いますと。ということで、乞うご期待くださいと。ということで今日もどうもありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあね、チッバイバイ。ありがとうございました。ね。幸之助さんありがとうございます。今日の千葉ちゃんの一言。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。以前にもニレックの長森さんについてまとめた動画がございますので、ご興味ある方はぜひそちらもご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。